はい。はい。じゃあ、ちょっと僕の方から画面共有したいと思いまはい。よろす。しくお願いします。じゃあ、なるみもちょっと消えます。時々ガヤで出てきます。はい。今日は聞いてくださってありがとうございます。で、これ本当に今何も音が聞こえてない状態なんで、手応えゼロなんですけど、ぐだぐだしないように、ちょっとお話できたらなと思います。で、今日は、フーディニの使って、ちょっと 2D のグラフィックスを作ってみようみたいな内容でやっていこうかなと思ってるんですけれども、なんか先にちょっと断り書きをしておくと、結構その、ジェネラティブアートってものにかなり興味があって、で、まあ、フーディーの具体的な機能にある程度通じてる人を前提とした話になってしまうと思うんで、結構置いてけぼりになってしまう方っていうのを作ってしまうかもしれません。で、その時は、ちょっと皆さんの反応を見つつ、その、基本的な操作だったりだとか、機能の解説とかも交えながらも、基本はなんか、ある程度、まあ、例えば、まあ、ボロノイ分割とかなんかそういう話とか、細かいアルゴリズムの解説は加えずに、こう、バンバンバンとこうサンプル、細かいところはサンプルファイルを見てってねっていう感じでやっていこうかなと思います。で、一番最初、一応、なんかレジュメ的なものをイラストレーターで作ってきたんですけども、簡単に自己紹介すると、橋本漠と言います。で、普段は本当映像作品作ってまして、で、まあ、コマ撮りだったりだとか、ピクシレーションだったりとか、あとなんか、ウェブ作品とか、あとアルバムのジャケット作ったりとか、いろいろやってて、で、フーディーに関しては、まあ、ここ最近なんか、CG を真面目に勉強してみようかなっていう段階で、まあ、4年ぐらい前から勉強し始めてまして、で、ちょこちょここういう感じで映像作品を作ったりとか、グラフィックを作ったりとかして遊んでいる程度のたしなみです。なので、本当にそのプロダクション、映像系のプロダクションの中で、結構、まあ、VFX とか、まあ、フォトリアルな CG だったりだとか、そういったものを作っている方とはちょっと違う使い方をしがちなので、そういった方が見ていたとしても、まあ、笑って、ふーんっていう感じで見てもらえたらなと思います。で、これは、この辺りのグラフィックは全部、フーディーニで作ったグラフィックになります。なんかこういう感じで、なんか、粘土みたいなルックのやつとかも、実はフーディーニで作ってたりします。で、先ほどサンプルファイルを共有してもらったと思うんですけども、あの、一応そのチュートリアルとかワークショップっていう形でやるっていうふうにお話を伺ってたんですけども、なんかいろいろ準備してるうちに、あんまりその最終的なこの完成絵を作るためのステップを一個一個解説していくっていうふうにやっちゃうと、まあなんか僕の好みの押し付けになってしまうんで、なんで今日はなんか気が向いた人はこんな感じの作ってもらいつつ、基本はなんか話だけ聞いてもらって、で、なんかこういうアイディアとか、ああいうグラフィックの書き方とかあるんだなっていうのをなんか、こう、チップス的に覚えて帰っていただける感じのものをこうご提供できればなと思います。で、これめちゃめちゃ難しいですね。こう、本当に僕が一人で話してるだけなんで、はい。はい、オンリーだけしてもらえるとすごい助かります。あ、了解です。こう、人の環境音が聞こえているだけでだいぶ話しやすくなるんで、あ、わかりました。結構そうなんですよ。虚無に始まってだんだん慣れてくるんで、楽しんでください、逆に。そうですね。かなり、かなりひょぶってるんで。で、まあ、今回のワークショップのキービジュアル的に作ったグラフィックがここにあるんですけれども、まあ、これあんま、フーディーニをあたかもその 3D のためのツールとか、ムービーのためのツールじゃなくて、そのベクターベースの 2D グラフィックスツールとして使ってみようっていう、なんかそういうサンプルがこれです。で、まあ、サンプルファイル開いてもらった方のほとんどが多分エラー出ると思うんですよ。そのアセットが足りてませんよ、みたいな感じの。で、それはあくまでこのエグザンプルっていうノード、今回のキービジュアル用に用意したそのサンプルのノードが依存しているそのアセットがいくつかサードパーティー製のものがあって、それをインストールしてない場合に出るだけなんで、気に
気にしない方は気にせず、こいつをオフってしまえば大丈夫です。で、最初に、まあ、こんな画面はあんまり出てないと思うんで、多分最初、本当、グダグダで申し訳ないです。なんか、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。なんか、最初多分おそらく皆さんの画面にこんな感じのよくある画面が出てると思うんですよ。で、今回その、奥行きっていうその情報を一切使わないで、この X、Y 平面だけで作業していこうと思うんで、一旦この見た目をパースペクティブからフロンタルビューポートに変更して、で、X と Y だけがこういうふうな平面的に見えている状態にしてもらえると、すごいやりやすいかなと思います。で、デフォルトだとこういう青色の背景になってるんですけども、これなんかあんま色的にテンション上がんないんで、僕はいつもディスプレイオプションで、まあ、ダークかグレイ、バックグラウンドタブのカラースキームのところからダークかグレイとかにしてあるとちょっとワイヤーフレームとか見やすくなるんで、僕はこういう風にしてます。で、まあ、グリッドもここでオンオフできるんですけども、時たまない方が嬉しかったりするんで、適宜消したりつけたり消してください。で、この状態で解説を進めていきたいと思います。で、一番最初に、最初の50分でやりたいなと思ってたのが、そもそもちょっと僕、時間配分が全然分かってないんで、あの、めちゃめちゃ時間余ると思うんですけども、そしたら Q&A します。そうですね、Q&A で。皆さん質問を考えておいてください。はい。一番最初にやりたいなと思ってたのが、プレクサススタイルワイヤーフレームって、あると思うんですよ。調べてみますね。なんか、ジェネラティブアートつったら、まずこれでしょ、みたいなブルックがあると思うんですけども、要はこういう風な感じで、まあ、ワイヤーフレーム、その点群をワイヤーフレームで繋いで、なんかわちゃわちゃわちゃってこう、かっこいいですよ、みたいな感じで見せていく、こういうルックってもう、なんていうんですかね、死ぬほど見たと思うんですけど、なんか、これのなんか、もうちょいおもろいこねくり回し方ないかなっていう、なんかバリエーションの作り方をなんかやっていきたいなと思います。で、まあ、そのあたりは全部このノードの中にあるんで、この中見てもらえたら僕の話聞かなくても分かってもらえると思うんですけど、まあ、この中でもいいですね。適当にアッドノードを追加しまして、で、アッドノードっていうのは、まあ、点とかポリゴンをマニュアルで追加できるっていうソックス、サーフェイスオペレーションノードになります。で、これで適当に点を2個ぐらい追加してもらって、で、ここをクリックしてドラッグすると、点がこういうふうに2つ追加されますと。で、まあ、こいつをこう、ポリゴンで0、1っていうふうにやると、繋がったりとかするんですけども、なんか、一番シンプルに、こう、ワイヤーフレームを書く方法って、2点があったとして、そこを直接1本のワイヤーフレームでつなぐってことだと思うんですよ。で、なんか、これやっちゃうと、大体見た目が面白くなくなっちゃうっていうか、例えばそのさっきのプレクサスノード、プレクサススタイルワイヤーフレームをフーディーニ上で再現してみようと思うんですけども、じゃあ、グリッドを、グリッドをまず作ってみます。で、今、グリッドって作ってしまうと、XZ 平面になってしまって、XY、フロンタルビューから見ると、こう、ぺったんこになってしまうので、オリエンテーションを XY プレーンにしてやると、こういうふうに、こう、フロンタルビューでも、こう、整体して見えてくれます。で、とりあえずまずそのワイヤーフレームでつなぐためのポイントクラウド、点群を作りたいので、こいつにスキャッターノードを追加してやると、こんな感じで点々がたくさん見えてくれます。で、嬉しいなっていう感じで。で、なんかいくつかこの点同士の
結ぶ方法ってあるんですけど